前回はね開封して少し組み立てたので、今回は完成までいきましょう。いまいちね色が決まらないまま曖昧な感じで進んじゃってますが、もう少しね紫っぽくしようかなとか、で緑のところはねパテです。ちょっとねミスっちゃったみたいで、合わせ目が目立たないプラモなんですけれども、合わせ目を目立たせてしまうという。で迷ってる間にねこのくらいいろいろ混ぜちゃいました。で背びれはね、青島さんのホームページの写真ではねこういうピンク系なんだけれども、この時はなんとなく違う色にしたくて、白くしちゃおうかなとか、白いね背びれのゴリラもいいかもなんていうふうにこの時は思ってました。というか白でもう全然いいんだけれども、なんとなく最初から曖昧な感じでね進めちゃってます。で個人で楽しむ時はねこれはやんないんですけれども、今はあんまり時間がないので効率よくその白で爪も塗りました。で背びれをつけていきます。で背びれとねボディと、両方にね番号が打ってあるので、分かりやすいはずです。っていうか分かりやすいと思います。途中まではね僕の場合ね大きいところは、結構つけやすかったです。でまだね細かい背びれが残ってますが、なんていうのかな、塗装しちゃったんで番号がね見えなくなっちゃったのもいくつかあって、一個一個ねつけていけばよかったんですけれども、最後はね適当につけました。いい加減っていうことではなくて、適当に、つけました。爪はちょっと色をつけます。例えば象牙とかねそんな感じに。でウェザリンカラーでね少し汚しました。でその後ね軽くウェザリングマスターで汚します。今回はね軽く控えめに汚そうと思います。控えめにねでウェ
ベザリングマスターを定着させるために、一度クリアを吹きましたが、昨日ね、寝る前に Amazon プライムかなのゴジラミレニアムのね映画を見ちゃったんですけれども、ラストの方でねゴジラが炎の中にいるシーンで、なかなかかっこいいなと思って、僕も燃やしてみようかなと思っちゃいました。急遽ね予定変更して燃やすことにしました。エアブラシだとね自然な感じにできそうなんですが、筆で遊ぼうかなと思って筆でそのままやっていきます。なかなかうまくいかないかな。そう思いながらも僕自身はね楽しんでやってます。まだ結構雑な感じです。黄色はもうちょっと薄い黄色を使ったり、なるべく自然な感じでやってます。筆を持ってる時はね、猫と遊んでる時なんかは結構幸せな時間です。カルガモとね遊んでる時もそうですが、だいぶ形になってきたかな。結構大胆にねやっちゃってます。カメラの下にね持ってくるのを気をつけながら、つい忘れちゃって何も映ってないっていうことがよくあるので、ちょっとね足の炎っていうか燃えてるところがちょっと多いかなと、バランス的に。なので少し調整していきます。ちょっと見づらいかな。もうこんな感じかな。何食べてるのかな。なんだかんだできました。最初の予定とはかなり違う形になりましたが、楽しかったんでねいいかなと思ってます。
撮影ブース欲しいけど、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた。